こんにちは。金子でございます。ということで、今日なんですけども、天気がいいので、浜辺を散歩してみようかなと思います。浜辺を歩いてて、漁業権に関係なく取ってもいいようなね、海産物があったら、ちょこちょこっと取ってね、なんか料理して食べていきたいと思います。じゃあ、行ってきます。風が強い。よ、せーの。よいしょ。おなが今魚おったよ。鳥さんです。いたー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 せーの。よいしょ。あ、おった、おった、おった。なんだろうこれ。よいしょ、おった。とと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 と。ミミズハゼとかやつやったから。いくよ。よいしょ。おお。いや、おお、そんな大したことじゃないでしょ。ちょっと生命感があると嬉しいよね。あ、何これ。あれ？なんか入ってる。入ってるね、それ。これ。何か。これ完璧中入ってる。これ中入ってる。これがね、オニアサリっていう貝。アサリなの。これね、でもちょっと食べるとピリピリっとするらしくて、でも美味しいらしいよ。これはね、アサリだから、取っちゃダメだから、これ逃がしましょう。これとある貝の貝殻なんですけど、これね、マテ貝っていう貝なんですよ。でも僕これ食べたことないんだよな。ここら辺には生息してるってことなんでしょうね。ネットかなんかで買って食べてみようかな。変な魚おじさん、この貝知っとるからちょっと問題出しに行ってみよう。何？おい、お疲れ。なんか知らんって、お前貝殻なんか知らんよ。あ、これか。あ、マテ貝だ。当たりだろ。なんて？マテ貝違うのこれ。ファイナルアンサー？ファイナルアンサー。すごい。正解、ありがとうございます。お前もう持ってくんの心臓に悪いわあれ。あ、よう売れたね。よう売れたの。もうこんだけしかないの。全速力。いいね。休む暇はねえわ。いいじゃん、忙しいこといいことよ。これがあるだろう、ツイッターがあるだろう、インスタがあるだろう、もうほんと死にかけ。ツイッターとインスタは別に仕事じゃないからな。あれも、やれって。こんなもんで仕事って言っとったらな、やってないよ、もう。本当に結構でもね。ただいまということで、本日の食材がこちら。マテ貝っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、マテ貝。っていうことでね、海岸歩いてたら、偶然貝殻見つけて、そういや食べたことないなぁと思って、ネット通販で購入しました。話に聞いたところによると、昔はね、地元でも取れたらしいんですけど、もう今全然取れなくなったらしいですね。取れる地域ではすごく取れるらしくて、砂に穴が開いてて、そこに塩を入れると、ピュッと出てくるらしいです。一回俺は取ってみたいなぁ。というわけでこのマテ貝、観察していきましょう。フォルムはすごく長細いです。これはね、タバコよりちょっと大きいぐらいのサイズですけども、もっともっと大きなマテ貝もいるみたい。でもそれは種類が違うのかな。なんといっても、下べら、これ出てますね。まだ生きてます。触ると、こう動きます。いきますよ。チュン、チュン、チュン、チュン。というわけでね、今日はこちらのマテ貝を使って、3品作っていきたいと思います。3品作っていきたいと思います。1品目、マテ貝のお吸い物。今日もこちらの小鍋を作って、今日もこちらの小鍋を使って作っていきます。2品目。今が旬のわけぎを使って、わけぎとマテ貝の酢味噌和え。美味しいですよね。3品目。マテ貝の酒蒸し。こちらの3品作っていきたいと思います。今日マテ貝たくさんあるんですけども、半分は酢味噌和え。で、こんだけはお吸い物。で、こんだけ酒蒸し。これでいきたいと思います。まずはマテ貝を洗っていきます。そしたら次はマテ貝を蒸していきます。5分ほど蒸していきます。はい、それじゃあ5分ほど経過しました。揚げていきましょう。オープン。なんか匂いはね、アサリとは全然違う。クリーミーな匂いがします。そうしたら一度マテ貝を鍋からボウルに移します。そうしましたら次にこちらのわけぎ。これを切っていきます。で、わけぎも蒸し器にセットします。わけぎは茹でちゃうと水っぽくなるんで、蒸したり電子レンジでチンして調理するのがおすすめ。わけぎはほんとに2、3分で大丈夫です。
そしたらマテ貝の身を剥いていきます。もっと身が縮むかなと思ったんですけど、パンパンに詰まってるんですよね。大きい。この下べらのね、棒みたいなところがすごく長いですね。美味しそう。じゃあこれをね、全部剥いていきます。これ気づいたんですけど、いちいちこんなん使わなくても、この下のニョーンって出てるとこ持って、ピュッと上に上げれば簡単に取れます。はい、このように剥き終わりました。そしたらそろそろ分け木もいい頃でしょう。揚げていきましょう。オープン。まだでした。そしたらこの分け木、まだ熱々なので、分け木が冷めたら盛り付けていく。はい。では次は、お吸い物を作っていきたいと思います。こちらの小鍋にお水を入れて、で、ここにマテ貝。今日は簡単に白だしのみでいきます。マテ貝の本来の味を楽しんでいく。で、固形燃料に火をつけて、で、ここにお鍋を乗せて、蓋をして煮立ったら完成。そうしましたら最後、酒蒸しを作っていきます。お鍋にお酒。火をつけて、アルコールを飛ばします。そしたらそこに今日は少しピリ辛で一味を加えていきます。で、そこにお出汁。で、マテ貝を入れていきます。蓋をして中火で5分ほど蒸していきます。はい、そしたらそろそろ蒸し上がりましたので、開けていきましょう。オープン。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。酢味噌和え、酒蒸し、お吸い物。どれからいこうかな。酒蒸し。やっぱり酒蒸しが一番素材の味がわかるんでね。わあ、ドキドキするな。いただきます。これはね、とっても好き嫌いが分かれる貝だわ。すごく癖が強い。独特な香りがある。僕も貝好きでいろんな貝食べてきましたけど、この風味を持ってるのは、このマテ貝だけだな。僕は正直そんなに得意じゃないかも。でも旨味はね、かなり強いですね。ただこの香りだけがね、好き嫌い分かれちゃうね。次はこのお吸い物はどうでしょう。やっぱりあんだけ旨味が強いだけあって、数本入れただけでも、こんなにスープが白濁して、出汁が出てますね。いただきます。美味しい。すっごい美味しいよ。めちゃくちゃ出汁が出てる。ただこの風味がな苦手だなじゃあ最後こちら、酢味噌和え、マテ貝と分け木を一緒にいただきます。めちゃくちゃうまい。マテ貝単体で食べると、ちょっとね、匂いが気になりましたけども、酢味噌と分け木と一緒に食べることによって、香りが良くも悪くもなくなります。で、このマテ貝の旨味だけダイレクトに来るんで、これが一番おすすめだな。箸休めには最高ですよ。はい、ということで、今日はこちらのマテ貝のフルコースときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん！黄色のやつ！今日も、アルコールフリーでいきたいと思います。今から朝一に仕入れに行くんですよ。何かいい魚があるかな？はい、ということでこちら、7対3ですね。いただきます。砂は全然入ってなかったですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日はマテ貝っていう貝を食べてみましたけども、僕は正直得意な方ではないですね。ただ、意外にもね、あの貝、熱しても身が全然縮まらなくて、とっても食べるところが多い貝なので、そういう面ではね、すごくいいなって思いました。好きな人はあれ大好きなんじゃないかな。僕が牡蠣が大好きみたいな感じで。気になった方は、ぜひぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。